こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。盆栽の樹種は大きく2つに分かれます。1年を通して緑を保つ小白盆栽、芽吹きや紅葉、落葉を通して季節の移ろいを映し出す雑木盆栽です。春の新緑、夏の涼しげな木陰、秋の紅葉、そして冬、葉を落とした静かな枝姿。私たち日本人が古くから大切にしてきた四季を小さな鉢の中に見ることができます。今回は雑木盆栽の名園として知られる芙蓉園を訪ねます。早速行ってみましょう。竹山さん、今作業されてるのは紅千鳥というもみじの一品種なんですけど。紅千鳥ですか、これ。はい。そうですか。今人気ですよね。人気ですね。紅千鳥ね、そもそも私どもで増やした品種なんです。あ、紅千鳥を。私がもう亡くなった父親と一緒に盆栽園、宇都宮だったかな、見に行って、それで路地に置いてあったものを開けてもらったのが始まりで。それが最初の始まり。最初の始まり。そこから増やしたんですか。増やした。挿し木で。これ挿し木がつきますんで。あ、そうですか。未生はできないんですね。未生するとね、変わっちゃう。種っていうのは未生は変化するんですよ。未生変化。だからそっくりそれを受け継いだものも出てくる場合もあるけれども、逆に全然違ったものが出てくる率が高いから。ですから同じものを増やすには、挿し木か取り木なんですよね。あと継ぎ木の方法もありますけども。で、紅千鳥はやはり挿し木の確率、そんなにいいとは言えないけど、それでもつきますんで。つくんですね。それで増やしたもの。増やしたものが多いですね。じゃあこれは50年前に刺した時っていうのは、うちで刺した木だと思います。どれぐらいの太さで刺したんですか。いや、もう枝ですから、そうちょっとこの木弱ってるけど、このぐらいの。こういう若い枝を刺したもんですから。じゃあもう本当こんな。そうです。こんな小さいものを。それが今刺したのありますよ、あそこにね。これですか。そう、これはまだ刺したばっかり。だからまだ根は出てません。だから今の私が言ったような小枝を刺しただけですんで。だからこれが 100% つくとは限りませんけど。この中の本当数本がついて。もうちょっと確率で向こうについた。ちょうど1年経ったのがありますけども、それ持ってきてくれる？これ去年刺したやつか。おお、すごい。こうですから。こんな伸びるんですか、これ。これは確率良かった。あ、もうすごい。今年の新芽でこんな伸びて。そうですね。すごい。冬は全部葉っぱ落ちますから。全部今年出た芽ですね。これが今2年目か。2年目。ここから始まるわけですね。そう、ここからスタートですから。すごいな。でここから作り上げたもんですけど、みんながそれぞれこうなるかというと決してそうじゃありませんけどね。でも粘りはよくできる品種です。すごいこの粘りが。刺したものがこうなるっていうのは僕もびっくりした。てっきり未生だと思ってました。意図的にやった人もいますけどね。ただやっぱりこの自然にできた粘りと意図的に作った粘りはやっぱりちょっと違いますね。違うんですね。分かる人は分かるんです。見れば分かります。はい。これはそういうことをしないで自然にできた粘り。こういう粘りを作るにじゃあどうしてこういう粘りができるのかっていうと、3年とかに1回必ず植え替えやれますでしょ。植え替えをやって根の整理をしてこういう粘りができてくるように。だから必ずしも四方に張らないで、片方だけのいわゆる片粘りっていうのもありますけどね。植え替えの時が大事なんですね。そう、植え替えが大事です。根の整理がね。根の整理が。はい。
まず最初に、この不要園というのが、まあ、いわゆる臓器盆栽の名園として知られてますが、歴史をちょっと教えていただきたいなと思ってます。そう、もう私が父親から引き継いでもう40年以上になるんですけれども、はい、私は2代目ですけれどもね、はいね、ずっとここで生まれは違いますけどここで育ちましたから、はい、お父さんがその盆栽始められたきっかけって聞いたことあります？母親がね植物が好きで、まあ、自然に目覚めたっていうか、盆栽をやろうという気が起きたんだと思うんです。なるほど。ただ私の父親の親は早く亡くなりましたんで、まあ、家を守らなきゃいけないっていうか、ですから最初はサラリーマンで会社員で普通に働いて、働いていて仕事を辞めて、それで盆栽の道に入ったと。最初から盆栽園ではなかったですね。脱サラをして盆栽園を始められたんですね、お父さんがね。そうです。その技術だったりとかをやっぱりこう習得しなきゃいけないじゃないですか。お父さんもどこかやっぱ修行は？修行はね、この盆栽村もう当時まだできたばっかりでしたけどありましたんで、そこの内海花園っていう、まあ、本格的な盆栽園ではなかったようですけれども、そこに弟子入りしてその園を辞めてからやっぱり独自にまあいろいろと技術的にも自分で目覚めてこう確立したのが多いようですね。そうですね、そのうちの一つで有名なやはり寄せ植えを、こう世に広めたというか、竹山さんがそれこそお父様がここを営まれてる時に最初お手伝いをしてたんですか？やっぱ小さい時からね。でも、まあきっかけは私はまた別の方に進みたかった向きもあるんで、ただまあ父親がちょっと患ってで入院したりして、もう母親と2人でちょうど高校3年の頃かな、受験勉強の頃ちょっとありまして、これだけあってねということでじゃあ都合と。別の道っていうのは全然盆栽とは関係ない道ですか？でもまあ植物でしたけど、私はこれ業として盆栽やってますけど、趣味は全く違うんで、山へ行くのが大好きで、そのうち今度山へ登るのが専門になりつつあった頃にそうなりましたんでね。そうなんですね。まあ国立公園のレンジャーになりたかったから。そうなんですか。だからそれには大学行かなきゃダメでしょ。で勉強してたんだけど、まあそういうことになったんで、やむを得ず。じゃあもうそこで覚悟を決められて、それで後を継いでやることになった。でもやっぱり自然がお好きだったのもあって、やっぱり盆栽にも熱中したんじゃないですか？父親から受け継いだ。父親はその母親から受け継いだものがあったと思います。代々ね。お父様っていうのはこのまあ今不要園でこの臓器盆栽にかなりこう特化してるってイメージが強いんですけど、最初から臓器をメインに始められたんですか？やはり脱サラしてますから、そんな資金的に裕福じゃない。当時はまあやっぱり小白盆栽が主流でしたから、でまあ植物ってのはね小白だけじゃない、もうそれ以上に多い樹種があるのは臓器ですから、小白と臓器に分けると圧倒的に臓器の方が樹種は多いです。種類が多いですよね。実物、花物と全部臓器に含まれるわけですね。ということですから、まだ当時はまだ臓器はどっちかっていえば小白が主で臓器は銃のような関係でしたからね。それを両方同じように小白に肩を並べるぐらいのいいものを作り上げたのは、不要園がそこまで引き上げたっていうのは、それはまあ皆さんもよくおっしゃいますけれども、もうそういうふうに伺ってます。どこに行ってもですね、臓器盆栽のことを特集したければ不要園に行けなさいって言われたのでね、僕も本当に今日楽しみにしてきたんですよ。僕はまあ愛好家として個人的にはもちろん五葉松だったり黒松、小白好きなんですけどもね、心白も。ただやっぱり同時にモミジだったりとか花物梅の盆栽であったりとか、欅だったりとかっていうのもすごく惹かれるんですよ。ただ惹かれるんですけど何度も失敗してきて夏場ですね、やっぱりよく枯らしました。本当にまあね、やはりまあなんつっても水やり、水切れを起こさなければまずまあ傷むってことはないんですけど、ただやはりね数があるとなかなかね、全ての盆栽をこうまんべんなく水やりができるっていうのはなかなか難しい面もあるんで、そうですね。でましてや趣味でやっている愛好家の方は
ね、本職はあるわけで、我々は本職が盆栽ですから、はい、いいんですけど、まあ、どうしてもねそういう水やりがちょっとこうおろそかになる、まあ、あえてやってるわけじゃないんだけども、仕事が忙しいとかなんかで、ね、ちょっと遅れる、水がタイミングが遅れればやっぱり木は調子狂いますから、なるほど、まあ、その辺がねやっぱりあるのかなと思います。やっぱり水やりですね、なんといっても。はい、まあ他にもありますよ、消毒するとか剪定もあるんですけど、はい、要は木を丈夫に育てるっていうのはやっぱり水やりだと思いますね。木が水を欲しがってる時にかけてあげると。で特に臓器は敏感ですから、まあ、すぐこう伸びてた芽が水がちょっと遅れるとしおれてくるとか現象が起きるけど、小白はそれが起きませんから、はい、その辺はね、まあ一回やそこら遅れたって、あるいは水やらなくたってまず枯れるってことはありませんのでね、その辺臓器はちょっとありますね。ちょっとデリケートなところがね、やっぱりありますよね。それこそ今日一番こうお聞きしたかったこととして、水やりのまあポイントというかコツをちょっとあれば教えていただきたいんです。臓器類に関して。一番の理想的な水やりっていうのはだいたいこの表面が 7,8 割乾いた状態でこう白くなってきたところに十分な水をかけるというのが一番ですね。まず表面を見る、表面を見ると苔が生えてると、乾いてるのかとかちょっと見分けが難しい、見えないですね。でもやっぱり例えば触ってみても苔もやっぱり水が十分行き届いているのとそうでないので全然違いますから、それで判断はつくんですけど、水分がないような、感じで水やりの際に仮にじゃあ湿ってた場合は避けるんですね、水やりは。その時の例えば真夏だったらある程度こう湿り気があってもかけた方が木のためにはいいです。はい、それはやっぱりまたすぐね日が強くなってきてどうせ乾くかもしれない、その辺も予測して、でかけた方がいいし、確かに天候とか冬だったらとかって全然また違ってきますからね、かけ方がね、夏の場合はとにかく水は切らさないようにっていう、水切れを起こさないように水を切らさないようにするのがコツですね。それが葉焼けを起こさない一番の、そういうことはね言ってますけど、でも実際その水切れを起こして葉がちょっと焦げたりする場合だって私どもでもありますからね。それはプロでもあるっていうことですね。まず大前提、これはね、理屈ではそうなんだけどなかなかそのようにいかない場合もあるし自然のものですからね、生き物ですから、ものはちゃんとそういうことを言うけれどもその通り 100% 言ってるとは限りません。なるほど。ただ全体的に見て、よく皆さんおっしゃるんだけど葉が綺麗ですねっていうのはやっぱりそれぐらい神経を使ってるってことは言えるのかもしれません。なるほど。でその表面が乾いていて、水をあげるってなった時は、かなりの量をあげるんですかね。そうですね。いちいちねホースで今水かけるわけですから、下から鉢底から落ちるぐらいっていうことはなかなか時間もかかるしできないんで、そこそこやって、これで十分かなってその一つの勘で分かりますから、それで水をかけていきます。ですからそろそろ来年あたり植え替えだなっていうような木は乾きが早いんですよ。それは皆さんもよくご存知だと思いますけど、根が回ってますから。そういう乾く木は水をたっぷりかけると。で、1回じゃまたこれすぐ乾くなったあと1時間もする、そういう場合はもう1回戻ってきてかけるとかね、そういう方法があります。逆に植え替えたばかりの木というのは乾きが悪かったり、乾きはそんなに早くはありません。そんなに上げなくても大丈夫。大丈夫。あとはもうそろそろ始めてますけど葉水ですね。葉水。逆に芽出しの頃4月とかは葉水はやらないですか。やらなくても大丈夫です。でもかけた方がいいですけども、でも春秋はかける必要は特にはないですけど、特に真夏これから9月ぐらいまでは水をかけながらさっとこう葉水をかけてやると、葉もやっぱり日を浴びてるから暑いですよね。暑くなりますね。30度以上になってる表面が、でもそれも15度ぐらいかな、井戸水ですから、それをかけてもらうということは冷たいですから、それは木も気分いいと思うし気持ちがいいと思うし木のためにもいいかなと思いますんで、私どももずいぶん前から葉水はかけてます。この葉水をやるのとやらないのではだいぶ違います。それはやっぱり違いますね。そうですか。だね、以前は葉水かけるとちょっとこう
水がレンズの水玉で役目を果たしてあちこち焼ける、聞いたことあります。そんなことは絶対ないですね。あ、そうですか。ということは商品盆栽小さいでしょ、はい。水やる、はいどうしたって頭からかかりますよね。そうですね。ね、うんでも何でもないでしょ、うん臓器でも。はい。まあそれにヒントを得たわけじゃないけど、まあ、歯にかかっても問題ないなということで、根元にしっかりと葉水をあげやるとりながら歯にもかけてあげると。うんはい、これは今からの時期だと1日何回ぐらいやるんですか？水やりのたびにでもいいです。はい、そうですから曇ってる日にはあえてやることはないですけれども、でもついついもう癖だから引っ掛けちゃいますけどね。水やり自体は何回やりますか、1日？今2回ですか。朝夕。真夏は3回。朝昼夕、真夏は3回。なんか例えば夏場に弱る盆栽ってあるじゃないですか。どうしても木だから弱ると、それは何かやっぱサインがありますか？さっきの紅千鳥みたいなサイン。ですからやっぱり葉の色が悪くなってくる。葉を見る。正々とした緑じゃなくて黄色っぽくなってきたりするっていうのはやっぱり木が発してる信号だと見ていいでしょうね。なるほどなるほど。よくじゃあ観察することですね。鉢の表面と、そう、あと葉の表面を、ね、葉を。葉ですから水やりだけじゃない、それは虫もつく、ね、ですからただ水やってればいいってものでも確かにないんで、虫がつけば消毒するとか、ことはねやる、常に見てますけども。はい、ただこの水やりさえ制すればというかね、コツさえつかめば長く持ち込むこともできるということですよね。そうですね。ただ今一番これ最近よく言われるいわゆる猛暑日、真夏のそのね40度に近くなるような暑さが結構夏の間にもありますんで、もうちょっとそれにはいくらね盆栽といえども植物ですから、そこまでは耐えるってことはなかなか難しい面があって、今日よけをする、いわゆる寒冷車を使って日をよけるとか、そういう方法を取らないと完璧な培養はちょっと難しくはなってきましたね。よくこう古い盆栽の本なんかを見ると、それこそ2、30年前に書かれたものじゃないですか。でなんか夏場なんかの気温で言ったら多分相当今と違うんじゃないでしょうか。全然違いますわね。そうすると竹山さんも昔のやっぱこう育て方、扱い方とだいぶ変えていってる。そう変わってきましたね。常にこう、いろいろとアップデートしていってるわけですよね。そうですね。ですから私どもこの庭木が結構こう周りに多いもんですから、日陰ができるでしょ。特にね臓器でもその日に弱いのはモミジなんですよ。モミジの系統なんです。そうですか。なんならこう日陰にも自生してるイメージがあるんです。モミジは。ですからもう一日中それこそ日陰、日が当たんなくても作柄としてはそんなに落ちないですよ。そうですか。綺麗な緑でいますから。逆にカンカンでいるよりそっちの方がいいぐらいですね。だから向いてるということも言えるかと思います。いわゆる半日陰。いろんな園をこうお邪魔していく中でね、本当にどこの園主の方も不用園さんのモミジだったらこう夏場なんか葉焼けを起こさなかったり、こう綺麗な状態をずっと保ってるんだよっていう話を聞いたんですけど、言われてもなかなかね全て 100% そういうわけにいけません。プロでもそうですかやっぱり。日が当たるこのいわゆるこの日よけをしてないようなところに置いてあるモミジは、葉が焼けて赤くなってくるんです。葉焼けで赤い。緑から赤く、紅葉の赤とは違いますけど、でそういう時は日陰に持っていくんです。日陰でちょうどうちでいうとそこの木の下にね。そうするともう1週間もすると少しずつまた緑に戻っていきます。やっぱりモミジやその臓器類なんていうのは、真夏の日差しっていうのは天敵にもなり得るってことですね。そうですね。だから自生地そのものが日がカンカン当たるような場所ではありませんのでね。確かにそうですね。自然のどういった環境に自生しているかっていうのは非常に参考になるっていうことですね。ですから自生地の環境、私もこう自然というか山行くのが好きでよく出かけましたけど、自生している状況を観察してそれに見習うっていうか、これは参考にするってことは大事だと思います。そうですよね。それは私のどちらかというとモットーにしてますけど、自然を見るっていうところですよね。観察をして、だからやっぱりその自然に逆らったような培養はやっぱり決していいとは言えません。失敗のもとですね。それは木作りにも言えることですけどね。ちょっとお伺いしたいんですけど、長年携わってこられて、こういったこの盆栽っていう存在は竹山さんにとって一体何なんでしょうか？
いや、そうですね。やっぱ盆栽やっていたから、やはりいろんな方々との交流ができたっていうのもありますね。いろんな世界の人と、もちろん海外も出かけたりして、そういうたまたまそういう時期にいたし、盆栽協会にも携わっていたもんですから。じゃあもう本当盆栽がきっかけでいろんな人とのつながりとか、交流ができたっていうところが、これがやっぱり一生の宝になってるのかもしれません。いろんな人との交流ができて、いろんなこともまた学習もできたし、で盆栽を海外行ってもね広められたってことも一つのやりがいがある一つの仕事だったかなというふうには思ってますけど、私自身の世界も広がりましたから、すごいそれが一番だったかなと思います。もちろん作ることは大事ですけど、本当国境を越えてこの魅力にやっぱみんな取りつかれるっていうのは、それはやっぱり自然なんだろう。でもやっぱり人間と自然なんでしょうかね。ねえ、それとやはりこう一つの鉢盆状に自然を再現する、自然じゃないですよ盆栽はね。自然の作りとは違うけれども、でも自然を見習って、より自然はこうなるんじゃないかというような観点からこう作ってますから、その辺がねまた違うんでしょうけれども。いや、素敵なお話でありがとうございます。最後にちょっと竹山さんが大切にされてる木、どこの園に行っても聞くんですよ。お客さんには絶対売らない木とか、自分のこれは大事にしてる木だっていうのがあれば、ちょっと紹介していただく。寄生の原点みたいなのがありますから。そうですか。ちょっと見せていただいてもいいですか。これがね、父親が作った寄せ植えで、幹に模様があるんですよね。こう曲とも言うんですけど、これは独特で、こういう寄せはなかなかないんですけども、こういうふうに振ってますね。そうで、真ん中主木が太いでしょ。すごく粘りがあって、これ何年ぐらい経ってますか？これはね、寄せって父親が結婚して間もなくだっていうから80年以上。80年以上。すごいな。お父様が結婚されて間もなく作られた。だから普通今他のも寄せありますけど、幹はだいたいまっすぐなんですよ。そうですね。まっすぐ密生しますからね。ただこれだけはちょっと特徴のある幹模様で、こういう曲がこう振ったのすごいです。ただやっぱりそれだけ古いから木自体はちょっとね、もういわゆる人間で言えば高齢化してるっていうか、枝が少しずつこう枯れたりもするんで。しますかやっぱり。お客さんに思っていただいてるけど、もう今は私が面倒を見てるっていう感じですかね。お父様の木ですもんね。これが一番でしょうかね。そうですか。いろんなこう思い入れのある木です。一鉢ですね。